今からホームページ集客するならホームページを作るなという衝撃的な話をします。皆さんタイトルを見て驚いている人も多いと思います。ネットで集客をする場合、ホームページを作ってはいけないという衝撃的な事実を知ってもらうための動画です。どうも、ウェブマーケティングチームスクラボのズヤです。このチャンネルではウェブ上級者にはより深く、初心者にはより分かりやすくウェブマーケティングの情報を発信しているので、コメントで質問してくれたら動画で答えるので、どしどしコメントくださいね。さらにこの動画の最後にはネット集客で使えるテンプレートをプレゼントしているので、最後までお見逃しなく見てくださいね。僕たちのところにはよくネットで集客したい、ホームページを作ったけど全然集客ができない、どうしたらいいですかって質問がバチッこうりきます。集客に困っていて、今の時代ネットの力が絶対必要だって思ってるけど、なかなか集客につながらず、高いお金をかけてホームページを作ったけど全然効果がない、もうネット嫌だみたいな、ネットイヤイヤ期の赤ちゃん状態になっている人が多くいます。そしてもうネットで集客は諦めようかなって思ってるでしょう。確かに今の時代ネットでの集客はマジで必要不可欠です。でもネットの知識がないし技術もないとなかなかうまくいかないって思ってしまうのは仕方がないことです。ホームページさえ作れば集客できるって思ってしまいますが、実はこれには大きな落とし穴があるんです。はっきり言いますが、ネットで集客をするためにはホームページを作っては絶対にいけません。逆に考えてみてほしいんですが、あなたはこのようなホームページを見て何かを買ったり、お店に行ったり、サービスを受けたことあります？僕は正直一度もねえです。だって正直欲しいって思わないんですよね。このページ見ても。実際に私たちのところへ相談しに来た人で、このようなホームページを作っていたけど一切集客につながらなかったという人がバチクソにいます。このような人たちに今から教えるネット集客でホームページを使う落とし穴を教えなかったら、きっと今頃集客するためにバカみたいにお金を使い込み、その結果全くお客さんが来ず、事業は火の車、最悪の場合倒産していたでしょう。ただ今から教えるホームページの落とし穴と実際に何をしたらネットで集客をできるかを理解してもらえれば、最低コストで最大の集客をすることができるでしょう。実際僕たちのチームでアドバイスした人も今日紹介する方法を実践したところ、メルマガ登録率、通常は 20% が普通ですが、登録率 84% を達成。たった50リストから3万円の商品を8個販売といった嬉しい報告がどしどし来ています。なのでぜひ今日紹介する方法を自分のものにして、ネットでどのように集客をすればいいのかという悩みを一緒にバチコリ解決していきましょう。あと今回紹介する方法以外にも、このチャンネルではネットに関するあらゆる情報を発信しています。例えばこんな動画とか、検索上位させるための SEO 対策、 SNS 動画マーケティング、海外の Web マーケティング方法など、ありとあらゆる情報を網羅しているので、見逃したくないって人は今のうちにチャンネル登録をしてもらえばと思います。まず結論なんですが、ホームページを作るなというのはネット集客に特化したサイトでなければ意味がないということです。いやいや、ホームページ作ってるやんって思うかもしれませんが、ホームページとこのネット集客に特化したサイトというのはマジで全く別物です。このネット集客で特化したサイトというのはランディングページといい、ネットの業界だとこれを LP って言いますね。例えばこのようなサイトのこと。あなたもこのようなサイト見たことありますよね。そしてもしかしたらこの LP から商品を購入したりサービスを受けたりしたことありませんか？僕とかはネットばかりで買い物をしてるのでめちゃめちゃ買い込んでます。そしてホームページとこの LP の大きな違いは何か気になりませんか？めちゃめちゃ大きな違いがあって、それはゴールが明確なのかどうかというところです。例えばこのようなホームページだと実際に何がゴールなのか分かりませんよね。それで僕は何をしたらいいんみたいな感じ。でも LP の場合、最終的にページを見た人が行動するか行動しないか、この2択しかゴールはありません。なので圧倒的に半端なくバーチクソ集客力が違うんです。
ではまずランディングページとは何かを解説していきますね。ランディングページの基本。ランディングページはネットで売り上げを上げるためには必要なページなんです。そんなランディングページは先ほど話したように目的の行動がたった一つだけ設計されたサイトで、例えば商品やサービスの購入、無料トライアルのサインアップ、メール登録などですね。このランディングページはユーザーがブログや SNS、Google や YouTube 広告、メールや LINE からランディング着地するサイトなので、ランディングページと呼ばれているんです。ランディングページとホームページは何が違うのか。それではホームページと LP の違いは何かについてお話ししていきますね。一般的なウェブページはいくつもの異なる目的があって作られています。例えばよくあるコーポレートページ、簡単に言うと会社のホームページですね。主にこれは企業の情報を見てもらうためにあります。例えば企業情報、理念、活動履歴、採用情報、社長挨拶などですね。企業イメージを上げるために見てほしいページにリンクがたくさんしてあります。この多くの選択肢の中からユーザーは見たい情報を見れるんですけど、これだと逆にユーザーを迷わせてしまいます。もしこのようなページで広告を出したらどうなると思いますか？あらゆる選択肢を自由に選びまくって悩んでもういいやって結局行動しない人がまちっこり増えるんです。売り上げに絶対つながらないんですよね。マジでもったいない。でもランディングページの場合だと一つの目的に向けて一つの行動しか絶対にできないようになっています。プライバシーポリシーや特定商取引法など絶対に必要なリンクはありますが、小さく目立たないところにありますけどね。つまりページを見る人は Yes 行動するかのページを閉じるかしかないんです。だから見込み客の獲得、売り上げにめちゃめちゃつながるんです。簡単に言うと飛行機お客さんが無事に着陸できるように整備された道みたいな感じですね。この道が複数あったら飛行機はどこに着陸すればいいんだってなって迷って墜落してしまいます。なのでとても重要なんです。ホームページで集客しているなら今すぐやめてくださいね。お客さん墜落させて死なさないでください。なぜランディングページはコンバージョン率が高くなるのか。そしてこのランディングページがコンバージョンが高い理由には2つあります。それは1、対象者が明確になっている。2、終点を絞った行動喚起をしている。この2つです。先ほども言いましたが、ランディングページは複数の選択肢じゃなくてたった2つの選択肢しかありません。そのページを見た人はもうイエスかノーしか選べない呪いにかかっているみたいな感じです。だから効率的に確実に制約率が上がるんです。しかもそれだけじゃありません。ランディングページを制作する際には特定のターゲットに対してたった一つのオファーを提供します。例えば YouTube のサムネに困っている人に高クリック率のサムネテンプレートをプレゼントみたいな感じです。実際世界120カ国以上で12万以上の企業で活用されているハブスポットのデータでは、ランディングページが多いほどサイト全体のコンバージョンの合計が多いことを発見しました。 LP を30サイト以上制作している企業は10サイト未満で作成している企業の7倍の見込み客を獲得しているんです。まとめ、今回はホームページ集客をするならホームページを作るなといった衝撃的な内容でした。まとめると、1、ネットで集客するならホームページは作らずランディングページを作る。2、ランディングページとはターゲットを絞ってたった一つの行動をさせるページのこと。この2つのことを解説しました。そして今回はこの動画を最後まで見逃すことなく見てくれたあなたにランディングページのテンプレートを無料でプレゼントしています。概要欄の URL からぜひプレゼントを受け取ってくださいね。ネットの集客をする場合、様々な知識や技術が必要になってきますよね。しかもなんか難しそうって思えてきます。ですが、難しそうな用語などに惑わされずに実際に LP のように一つだけ絞って試してみると意外と簡単なんですよね。僕自身も最初はキーボードを人差し指でタイピングしているようなネット音痴でした。でも一つずつ確実に試してやっていくことで
今ではパソコン1台あればどこでもいつでも仕事ができるまでになりました。ぜひ一緒にネットの知識を得て労力は半分に、成果は2倍にしていきましょう。次回は圧倒的に売れるランディングページの作り方 LP の構成要素8選を徹底解説を配信するので、こちらからご覧くださいね。このチャンネルでは労力半分、成果2倍をコンセプトにやっています。ネットを熟知している上級者には超有益な情報を、ネット初心者には一から分かりやすく Web に関する知識を発信しています。YouTube は数多くの動画があるので、もう二度とあなたと出会うことはないかもしれません。見逃したくないって方はチャンネル登録をしてもらえればと思います。他にもネットに関するこんな問題を解決してほしいなどあれば気軽にどしどしコメントをください。それでは次回の動画で会いましょう。